物理の影響を受けるフィーダーを作成する方法を説明します。コンポーネントを物理の影響を受けるフィーダーとしてモデル化し、フィーダーから生成したワークをコンベアに流します。パート1では、フィーダーを作成し、モデルとして保存します。モデリングタブを開きます。コンポーネント。新規を選択し、コンポーネントを作成します。コンポーネントプロパティウィンドウで名前をフィジックスフィーダーにします。ジオメトリー。フィーチャー。ブロックを選択し、ブロックを作成します。作成したブロックをフィーダーとして使用します。フィーチャープロパティウィンドウでフィーダーの寸法を変更します。長さを500にします。幅を500にします。高さを700にします。材質を変更します。マテリアルをトランスプアンダーラインオレンジにします。フィーダーに物理設定をします。物理を展開し、干渉をボックスに設定します。干渉をボックスにすると、3D ワールド上には表示されませんが、フィーダーの周りにボックスのようなものができます。出力ウィンドウに選択された干渉設定のために物理エンティティを追加しました。と表示されます。コンポーネントグラフウィンドウのフィジックスコンベヤー。ビヘイビアを展開すると、物理エンティティが追加されたことがわかります。フィジックスエンティティを選択します。プロパティウィンドウの物理タイプを確認すると、物理内が選択されています。物理タイプを機構に設定します。機構は、コンポーネントに外力が加わることで、コンポーネントが動作します。フィーダー上面の中心を起点とし、プラス X 軸方向にワークを流すためのルートを作成します。ジオメトリー。フィーチャー。フレームを選択し、フレームを追加します。フレームの名前が表示されていない場合は、フレームタイプの逆三角形のアイコンをクリックし、フレームにチェックを入れます。マニピュレーション。移動が選択された状態で、ピンクの丸をフィーダー上面の中心にドラッグ&ドロップします。フレームの向きがワールド座標の向きと一致していることを確認します。向きに問題がない場合は、フレームを追加します。コンポーネントグラフウィンドウのルートノードを選択します。ジオメトリー。フィーチャー。フレームを選択し、フレームを追加します。ピンクの丸をフィーダー上面の R 側のエッジの中央にドラッグ&ドロップします。フレームの向きがワールド座標の向きと一致していないことがわかります。フィーチャープロパティウィンドウの RY が90度になっています。RY のアイコンをクリックし、0にします。フレームの向きがワールド座標の向きと一致したことがわかります。動作設定。ビヘイビア。コンポーネントクリエイターを選択します。コンポーネントクリエイターは、シミュレーション中にワークを生成します。動作設定。ビヘイビア。ワンウェイパスを選択します。ワンウェイパスは、フレームフィーチャーに沿ってワークを流すことができます。ワンウェイパスが2つのフレームを通るように設定します。プロパティウィンドウのパスをクリックします。プラスボタンが表示されるため、クリックすると、Add Pass Items ダイアログが表示されます。ワークを流す順にフレームを選択する必要があるため、支点のフレーム、終点のフレームアンダーライン1を順番に選択します。Add Pass Items ダイアログを閉じます。パスを確認すると、選択した順にフレームが表示されていることがわかります。コンポーネントクリエイターが生成したワークをワンウェイパスに転送し、フレームを支点としてフレームアンダーライン1に向かって流します。コンポーネントグラフウィンドウのコンポーネントクリエイターとワンウェイパスを展開すると、転送用のポートがあることがわかります。コンポーネントクリエイターのアウトプットを選択します。プロパティウィンドウの接続でワンウェイパスを選択します。
ポートでインプットを選択します。ワークをコンベアなど他のコンポーネントに転送するには、接続インターフェースを設定する必要があります。動作設定、ビヘイビア、1対1接続を選択します。プロパティウィンドウのセクションとフィールド、新規セクションを追加ボタンをクリックします。パスの終点のフレームからコンポーネントを転送するため、セクションフレームでフレームアンダーライン1を選択します。新規フィールドを追加でフローを選択します。フローはコンテナ内のコンポーネントを別のコンテナに転送できます。コンテナはコンポーネントの送信または受信に使用するビヘイビアを定義します。ワークはパスを通るため、ワンウェイパスを選択します。ワークが出ていくため、ポートネームはアウトプットを選択します。フィーダーの設定が完了したため、コンポーネントを保存します。フィーダーのルートノードを選択します。コンポーネント、保存を選択します。コンポーネントを保存ウィンドウの保存ボタンをクリックします。保存ダイアログが表示されるため、任意の場所に保存します。今回は、言い方ログに自作のモデルを表示するため、マイモデルズに保存します。ドキュメント、三菱、ジェミニ、1.46、マイモデルズを開きます。ファイル名はそのままにし、保存します。ホームタブを開きます。言い方ログのマイモデルを選択すると、先ほど保存したフィーダーが表示されます。物理の影響を受けるフィーダーを作成する方法の説明は以上となります。ご視聴いただき、ありがとうございました。